ニコン Z52 で徹底比較 DX1650mm vs DX18140mm。 はい、皆さんこんにちは、ながチャンネルです。これがニコンの APS-C 用標準ズームレンズニッコール ZDX1650mm F3.5/6.3。高倍率ズームニッコール ZDX18140mm F3.5/6.3 です。去年この2本のレンズを絞り開放で画質の比較をしました。2本のレンズの特徴がわかるようにそれぞれのレンズの開放絞りで撮影しました。その際、同じ絞り値で比較しないと意味がないというコメントをいくつかいただきました。そこで今回は Z52 に DX1650mm と DX18140mm をつけて同じ絞り値で画質を比較します。同じ絞り値でも解像感やボケ具合に違いがあるのかガチンコで勝負してみます。それでは Let's get started! ながチャンネル。1、勾配。青空をバックに勾配の小枝を撮影しました。焦点距離換算 75mm、 シャッタースピード250分の1秒 F6.3、 ISO100 に設定しました。左が DX1650mm、 右が DX18140mm です。ピント面は2本ともよく改造しています。ボケは拡大してみると 1650mm の方は枝の部分が2000ボケになっています。また鼻のおしべはボケがやや硬い感じがします。拡大してみなければ気になるほどではありません。引き分けです。2、白梅。勾配をバックにして白梅の小枝を取りました。焦点距離換算 75mm、 シャッタースピード250分の1秒 F6.3、 ISO100 に設定しました。左が DX1650mm、 右が DX18140mm です。ピント面は2本ともよく改造していますが、比べると 18-140mm の方がくっきりしています。ボケ方は普通で気になるほどではありませんが、2本ともやや2000ボケになっています。ながチャンネル。3、老梅。老梅のいい香りが辺りに漂っていたので逆光で撮影しました。焦点距離換算 75mm、 シャッタースピード500分の1秒 F6.3、 ISO100 に設定しました。左が DX1650mm、 右が DX18140mm です。1650mm の方はやや前ピンになって
透明な花びらがぼけてしまいました。2本とも大きくぼけているところはきれいです。4. しだれ梅。しだれ梅が満開だったので F8 まで絞って撮りました。焦点距離換算 36mm、 シャッタースピード500分の1秒、 F8、 ISO100 に設定しました。左が DX1650mm、 右が DX18140mm です。F8 まで絞ると2本ともくっきり改造しています。5. 画稜梅。画稜梅という枝が地面を這うように伸びている梅を撮影しました。焦点距離換算 36mm、 シャッタースピード500分の1秒、 F5、 ISO100 に設定しました。左が DX1650mm、 右が DX18140mm です。2本ともピント面はよく改造しています。1650mm は後方の白バイがバブルボケのような騒がしいボケになっています。DX1650mm は写りがいいレンズという印象でしたが、 DX18140mm と同じ絞り値で比べてみると18140mm の方が画質がいいようです。 Z52 にベストマッチングなレンズは今のところ 18140mm です。 DX1650mm の最大の特徴は軽量コンパクトですが、新しく登場したニッコール ZDX1650mm F2.8VR はおそらくもっと描写性能を上げているのだと思います。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。